今回は SF ですよ。SF って、昔は結構ゲーム多かったんだね。この時代は、ジャンル的に珍しかったこともあり、かなりのアドベンチャーが出てますね。今回のゲームは、ザース。1984年にエニックスから発売された SF アドベンチャーゲームです。この後のジーザスやライーザに続くアニメ調のキャラクターゲームの走りですね。そうなんだ。あとは、当時、女の子のキャラクターを広告で推していたんですが、実はオープニングにしか出てこないという。そんな意味でも有名でした。そうなんだ。BGM はないのでお借りしていますよ。21世紀末、アメリカは最終兵器システムオリオンを完成させた。オリオンシステムは科学者ウィットナーに操られ、地上に核攻撃をもたらした。街は焼け、人類のほとんどが死んだ。そして、シェルターに逃げ込み、生き残った人々はコールドスリープに入った。しかし、100年後、再び目を覚ましたのは4500人しかいなかった。放射能は安全レベルに落ち、人々は目覚めた。そして、各地で村を作り生活し始めた。4500人しか人類は生き残ってないんだ。ある日、一人の少女がザースの住む今の村に逃げてきた。村の長であるゼムニが話を聞くと、こう語った。私ミリカっていうの。実は私の住んでいたアスタ村がたくさんの兵隊に襲われてみんなさらわれてしまったの。お願い、みんなを助けて。ミリカの話を聞いたゼムニは3人の若者、右からザース、トラルド、ランドを呼んだ。アスタ村を襲ったのはナバに違いない。そこで君たちにその調査に行ってもらいたい。しかしそれは危険すぎる。危険は承知の上で言っているのだ。頼む、引き受けてくれ。君たちにしかできないことなのだよ。わかりました。その夜、ランド、ザース、トラルドは出発を明日に控え、寝つけずにいた。すると、どこからともなく不気味な音が響いてきた。それは、ナバたちを乗せた輸送機クレインの音だった。こっちにも来たのか。無数のナバが、ジェットパックを使って降下してくる。ナバの放った火が家を焼き、人々を襲う。逃げ惑う人々。結構メカは残ってるんだね。そして、ナバの追撃から逃れることができたのは、ザースとトラルドの2人だけであった。ザースとトラルドは、リュックの森に逃げた。とりあえず、森の中を進んでみようか。家がありますね。建物はコンクリみたいだね。中はボロボロですね。攻略見させてもらってるから、ここでもらえるものはわかるよ。ライフル取って。ロープも取ろう。じゃあ森を進んでいこうかな。あれ、誰かいるよ。君は、どうして、こんなところにいるんだい？俺は、ナバに襲われて逃げてきたんだ。俺も連れてって。突然だけど連れて行こうか。でも、子供連れて調査できるかな？ザースさん、ありがとう。この森の向こうにアドラ山があるみたいなんだよね。アドラ山、山頂です。石があります。いきなり山頂まで来たんだ。これお墓らしいんだけど。文字が書いてある。サウスランド、コールドスリープ主任、RF フォンスここに眠る。この墓を暴くべからず。まあとはいえせっかくだから何があるか見たいよね。墓を暴くとはなんてことを？神様の罰が当たるぞ。何かのライトが出てきました。さっきの誰の言葉なんだろう？ライトは取ろう。この山の向こうにゴーストタウンがあるみたい。じいさんがいます。わしの名前はギャモンじゃ。この先にいるマンハンターに孫を殺されてしまった。わしはその仇を討とうと思っているのじゃが、一人では心細くて、わしを手伝う気はないか。こっちも村を焼かれて余裕はないんだけどな。突然、マンハンターの群れがビルの谷間から襲ってきた。トラルドは
マンハンターの大きな触手に捕まってしまった。ビムは薄汚れた服の裾から小さな丸い玉を剥ぎ取りマンハンターに投げつけた。すると、玉から強力な光が発生しひるんだマンハンターはトラルドを離してしまった。リムってあの子供だよね。先行手榴弾なんて持ってたんだ。さあ、今のうちに逃げるんだ。ザースたちは命からがらゴーストタウンから逃げ出した。わしも仲間にしてくれんかの。ギャモンも仲間にしてあげますか？仇は諦めたのかな。まあええけど、次は、この先にマキストン岬ってのがあるみたい。マキストン岬、青く澄んだ綺麗な海です。ナバが海を眺めている。ウォーキーが止めてある。これは見つかるとまずいやつでは。ボスは一体何を考えているんだろう。一瞬にして世界を破滅させてしまったという。オリオンシステムを乗っ取ろうなんて無理に決まってるじゃないか。えい。ナバは海に落っこちてしまった。じゃあ例の村に行こうか。もうすぐなはず。アスタ村の入り口、何か落ちてきます。あれ、もしかして、さっきの岬、この上だったりする？オリオンに気をつけろ。奴は未だに狂ったまま活動している。違うみたいだけど、じゃあ誰にやられたんだろう？ガク。ナバは死んでしまった。死んじゃった。まあきっと何かの事故だよね。それより、装備品が気になるな。ジェットパックを背負ってます。ヘルメットをかぶっています。逃げ出して何にも持ってない、この状況。なんかもらえないかな？ヘルメットが外れました。ヘルメットをかぶりました。かぶれたけど、ヘルメットって何の役に立つんだろう？で、ジェットパックは？水素ボンベ、ジャイロ、光ケーブル、電池がついています。これは何か使えるものを抜き取る感じかな？そういえば、電池ってライトに使えないかな？ライトに電池を入れました。光ケーブルも何かに使えそう。ザースは光ケーブルを手に入れました。先には何があるのかな？夜になりました。コンピュータがある。わしは逃げてきた時こんなものを持ってきたんじゃが。ギャモンは、そう言い、ザースにシートを渡した。シート？半透明の綺麗なシートです。何かの記録媒体のようです。記録媒体なんだ。ここで使えるんだよね。射出口から何かのカードが出てきた。今度はカードか。入り口に戻ってきたけど、ここでライト使うみたいなんだよね。地下へ続く通路が現れました。あなたは、その通路に入っていきました。ライトが壁を赤々と照らしています。このライト、照らすものじゃなくて何かの認証だったのかな？壁に何かの蓋がついています。中にコンピュータが入っていました。何のコンピュータなんだろう？みんなの輪に捕まってしまったわ。味方になってくれそうな人を集めて助けに行かなくちゃ。とりあえず入り口に戻ってきたけど、そうか、目的が助けに行くことだったんだ。じゃあ、このロボって使えない？ザースが拾ったコンピュータはハンドベルトタイプのものです。スイッチが見えます。横にロスターと書いてあります。これ使えるのかな？地下で拾ったコンピュータの画面に文字が映し出されました。ソ連製のウォーキーの操作方法が書いてありました。これ説明書なんだ。っていうか、このロボ、ソ連製なの？ザースとトラルドは、ウォーキーのコックピットに乗り込みました。おい、乗り心地はどうだい？じゃあ助けに行こうか。何かの建物がある。このまま向かえばいいのかな？昼間から大きな足音を立てていったため、敵に気づかれ撃たれてしまいました。まさか死ぬとは。やり直し。昼間だからって話だから夜に行けばいいんだろうけど。どうやって？昼間から寝てないでよ。起きると夜になっていた。まさか寝れるとは。でも今度は大丈夫なはず。建物を壊すと、中からランドやゼムニたちが出てきた。やっぱりこれでよかったんだ。ザースよく来てくれた。ありがとう。さあ早く逃げないとナバが追ってくる。逃げよう。とりあえず移動しよう。ウォーキーから降りると、ゼムニが話しかけてきた。さあこれからのことを話し合おうじゃないか。
今まで我々を襲ってきていたのはソ連の生き残りだったのじゃ。そしてアルズラという男をリーダーとしているのだ。わしはそいつに会ったんだが、彼が言うにはナバは北極海にある海底都市から来たと言っていた。ソ連は北極海にシェルターを用意していたのかな？戦争前にソ連が作ったシェルターが大きくなったもので、今はロマノフという男が指導者らしい。そうだ、思い出したぞ。そいつは今、とてつもなく恐ろしいオリオン計画というプロジェクトを実行中なのだ。さっきの兵士もペラペラ喋ってたけど、そんなことまで捕まえた人に喋っちゃってるの。ロマノフ自ら指揮をしている計画でな、月にあるオリオンシステムを我が物にし、地上にいる500万の生き残りを奴隷にしようとしている。ナバはそれに必要な情報を集めているのだ。あれ ?4500 人じゃなかったの？主人公のいるシェルターの人数だったんでしょうか？我々はロマノフのオリオン計画を阻止しなければならない。何としてもナバたちより先にオリオン基地を手に入れるのだ。わかるけどこの人詳しすぎるよね。ランドとトラルドを連れてスペースポートにある宇宙船ペガサスに乗って月面のオリオン基地へ行くのだ。だがそのためにはアルセインを正常化しなければならない。ザース頼んだぞ。アルセインはリマノンにある。わしはスペースポートで待っているぞ。ゼムには一人でスペースポートへ行ってしまった。話は終わったようね。早く私たちもここから逃げなくっちゃいけないわ。そろそろナバたちが追ってくる頃よ。あの人さっさと行っちゃったよ。よし、俺たちはリマノンへ逃げよう。ザース、ランド、トラルド、リム、ゲモンたちはリマノンに向かっていった。リマノン村の広場だったところですが、今は無残なものです。何かのポールがあります。ここにも何か仕掛けがあるみたいなんだよね。さっき入り口が開いたライトまた使ってみようか。ポールの下に地下に続く穴が開いた。私はここで待ってるわ。気をつけてね。ライトコンピュータのメモリバンクです。ガラスの向こうにメモリーが広がっています。机の上にコンピュータがあります。またコンピュータか。動かせるかな？アスタリスク、PPRRB ブー。ダメそうだね。コンピュータの制御卓です。キーボード、CRT、ケーブルがついている。情報伝達用の光ケーブルです。1本だけ腐食している。これが原因かな。ケーブルって持ってたよね。アルセインは正常になった。地上設備はすべて正常に作動します。地上はこれだけが原因だったのか。まずは使ってみようか。あなたの名前は？主人公はザースだよね。コード0074確認。ネーム、ザース。主人公登録されてるんだ。君たちに頼みがある。オリオンを正常にしてくれ。喋った。月に行くのだ。君ならばできる。唐突に信頼するじゃん。というわけで、スペースポートに向かうよ。待ってたわ。サウスランドシェルターのスペースポート、ゼニムたちがいる。こっちの準備はできている。早速だがペガサスに乗ってくれ。ザース、ちょっと来てくれないか？ランドとザースはトラルドたちを残して人気のないところへ歩いていきました。ザースとランドは並んでシャトルを見ています。俺は昔かなりの地位があった。そして名誉も将来妻になる者もいた。スラムで育ったこの俺が自分の腕一つで築いたものだ。コールドスリープしていたから崩壊前の話だね。だが、ビットナーは一瞬にしてその全てを俺から奪い取ってしまったんだ。俺はビットナーを許せない。ビットナーは月で生きている。ザースオレに恨みを晴らさせてくれ。いきなりの仇討ちの協力要請だったね。まあ崩壊させたのがビットナーなわけで生きているなら倒すのは納得だけれども。ザースはペガサスの中に入っていった。宇宙船ペガサスのコックピット、ランドが操縦系を点検していた。じゃあ出発しよう。ザース、トラルド、ランドの3人を乗せたシャトルは、オリオンを破壊すべく、月へと向けて発射した。高度 1000km で、無人戦闘艦の攻撃を受けたが、傷つきながらも、シャトルは、その空域を脱した。1週間後、シャトルは月に着いた。そして、月面に降りようとしたとき、戦闘衛星の攻撃を受け墜落した。ザース、ランド、トラルドの3人は脱出したが、離れ離れになってしまった。うわ、これ帰れるんだよね。ザースは、カードとブラスターを持って脱出したが、トラルドやランドと離れ離れになってしまった。月面です。ロボットが壊れている。南にホラー穴がある。宇宙服は着ているのかな？目の前のロボット機になるよね。腹に何かついている。蓋がついています。硬くてダメです。
何か開ける方法があるのかな？ブラスターで壊しちゃってもいいよね。ロボットの装甲に開いた穴から何かの認識装置が見える。ザースは認識装置を手に入れました。これって何に使えるんだろう？オリオンコンピュータセンターの前です。崖がある。ロボットがいる。あのロボットは壊れてないっぽいね。無線で何か入ってきました。ザス助けて。私オリオンのコンピュータセンターに閉じ込められてしまったの。目の前だよね。入れるかな？認識コード0423確認。早く行け。あの機械ロボットに味方と思ってもらえるためのものだったのか。前の部屋に明かりが灯っている。そして、2つの人影が見える。それはランドとビットナーだった。本当に生きてたんだ。ザースは、物陰から、2人の会話を聞いた。ビットナーお前に力を与えたのはこの俺だ。なのになぜ俺の行く手を阻むのだ。お前のオリオンシステムによる人類征服計画は私の思想に反する。だから私は自分の思想に基づきお前の計画に修正を加えた。貴様の征服計画を俺の滅亡計画にな。ランドはビットナーを撃ち殺してしまった。ビットナーもとんでもないけど、ランドもなかなか。俺に逆らうとはバカなやつだ。ザースは、部屋の中に飛び込んでいった。ランド、さっき言っていたことは本当か？来たかザース。その通りだ。人類を死滅させたのはこの俺だ。俺こそが真の支配者であり帝王だ。ビットナーは俺の操り人形にしか過ぎなかったのだ。あっけなく教えてくれるんだね。お前は知りすぎた。このまま返すわけにはいかない。やっぱり。そして、強い衝撃に襲われ、ザースは気を失ってしまった。気がつくと、広大なメモリーバンクにいた。オリオンのメモリーバンクにいる。よく活かしてもらえてるね。とりあえず当たりを探ってみよう。人が倒れている。手帳のようなものが落ちている。なんだろう？無線を受信しました。君はそのままでは殺さない。ゆっくりいたぶってやる。あれ、そんなに恨まれるようなことしたっけ？とりあえず手帳読もうか。トラルドは私が預かっている。彼女もいずれ死んでもらうことになるだろう。手帳読みたいのに無線がうるさいんだけど。まあトラルドが捕まってるって分かったんですから。オリオンは完全に狂ってはいない。4251までは分かったんだが、アルセインの助けがあれば。何かのコードみたいだね。アルセインは正常に戻してるから助けてもらえるよね。メモリーコンソールの前にいる。バリアーが張ってある。ここ、怪しいけど、バリアーなんとかならないかな。お前は誰だ？アルセインもだけどオリオンも喋るんだ。ここで、あの数字を喋ればいいのかな？バリアーは解除されました。そういやカード持ってきてたよね。オリオンが動き出しました。ザース、よくも。いや、ここに放置したランドの責任でしょ。ランド、お前のやってきたことは全部知っているぞ。私は、もう、お前の自由にはならない。この世に、お前のような奴が存在してはならないのだ。この基地はもうすぐ爆発する。ランド、お前と共に。このコンピュータ、何勝手に自爆しようとしてるの。おう、このドアを開けてくれ。とりあえず逃げないと。ザース、西へと逃げなさい。トラルドが待っているから。よかった、そこは助けてくれるんだ。エアーロックを抜けた。ザース、こっちよ。そこにはトラルドが待っていた。ザースは、今までのことを思い出していた。終わったね。そうですね。結局、ナバって組織は、そのままってことだよね。オリオンが自爆したので、最悪のことは起きないでしょうが、問題はそのままですね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。